速ビフォーの画像をお見せしたいと思います。こちら、私は特にこの美白美容液が大好きで、美容医療をやっていない今のうちに、どうやってここまで肌を明るく見せてきたのか、それだけでもすぐに白くなります。今日は PR も一切なしの、皆さんこんにちは。今日は私の美白ケアについて全てお話しします。早速ビフォーの画像をお見せしたいと思います。手を抜くところは抜いてやっていたんですが、それでもここまで変わったので、きっと希望を持っていただける写真になっているのではないかなと思います。そんな私のビフォー写真がこちら。私は見ての通り、何もしなかったら普通にこのくらい焼けるポテンシャルを持っています。この時の少し焼けた自分も今でも気に入っているんですけど、ある日白い肌に憧れて美白ケアを始めたのがきっかけです。食生活にこれを取り入れてとかは松井くんの動画でもお伝えしたんですけど、私の場合続かないので、今日は PR も一切なしの今まで私がやってきた美白ケアの重要なポイントと愛用アイテムを紹介しながらお話しできればと思います。ちなみに今のところ美容医療は私は脱毛とほくろ除去以外はしていません。なので美容医療をやっていない今のうちに、どうやってここまで肌を明るく見せてきたのかということをリアルタイムでお伝えできると思い動画を撮っています。私自身が実際に実践してこれは必要だなと思ったケアをまとめてお伝えします。それではスタート。まずはじめに大前提、美白ケアには2種類あると思っています。一つは時間をかけて肌そのものを整えていく、くすみをなくしていくというような長期的なもので、もう一つはその日すぐに肌を白く見せる短期的なものです。おそらく即効性のあるものの方が魅力的だと思うので、先にそちらをお話ししたいと思います。結論から言うと、白い肌は今すぐにでも作れます。こちらのポイントは1点のみなんですけど、それはズバリトーンアップクリームを塗ることです。私がとりあえず肌を白くしたい時に使っているのが T-FIT のトーンアップクリームです。で、トーンアップクリームを塗るとアプリのような綺麗な加工肌みたいになります。実際に左手にだけちょっと塗ってみようかなと思います。今左手だけに塗ったんですけど、分かりますかね。それだけでもすぐに白くなります。こっちが圧倒的になんかピンクっぽい肌に、急にこちら側が黄色っぽい肌に見えてくると思います。顔にも使えるんですけど、私は顔ではなく首とか腕とかに塗っています。で、先ほどお伝えした通り、長期ケアっていうのは挫折しやすいので、私は美白ケアを始めた当初、このクリームを塗って私も白いと思いながら長期ケアのモチベを保っていました。で、なぜこのクリームがいいのかっていうと、こういったトーンアップクリーム、有名なものもたくさんあると思うんですけど、黒い服についちゃったりとか白く浮き出てしまうような印象があるんですけど、私はこのクリームでそれを感じたことがないのでずっと愛用しています。今も黒い服にこうしてもつかないです。で、また意外と保湿力が高くって乾燥せずに使える点もいいなと思っています。ただ SPF とかは入っていないので、併用して日焼け止めとかを塗っていただければと思います。続いて長期ケアで重要だったなと思うポイントを4つほど紹介します。まず1つ目はインナーケア、内服についてです。これ難しいですよね。調べるといろいろあるし、美容界隈の綺麗なお姉さんたち本当にいろいろ飲んでるし、私はその方々より正直詳しい自信はないんですが、唯一強みもあると思っていて、私自身3種類しか飲んだことがないんです。ただその3種類で今の状態になったことが私の強みかと思うので、今日は私が飲んでいた3種類を紹介したいなと思います。私が飲んでいた3つはシナールとハイチオールとトラネキサム酸です。それぞれの効果を本当に簡単に説明すると、シナールはビタミン C がメインでメラニンの生成を抑えてくれたりとか、あとは肌のくすみを防いでくれるようなもので、透明感を底上げしてくれるようなイメージです。で、ハイチオールは代謝をサポートしてくれるような成分で、肌のターンオーバーを整えて、シミだったりとかくすみだったりとかっていうのを外に出しやすくしてくれるようなイメージです。で、最後にトラネキサム酸は炎症を抑えるような作用があって、刺激による色素沈着とかを防ぐのに向いているような
成分になります。なのでギュッとまとめると、シナールで予防して、ハイチオールで排出して、トラネキサム酸で炎症を抑えるといったようなイメージです。ただトラネキサム酸については注意が必要で、知ってる方も多いのかなと思うんですけど、トラネキサム酸ってすごく良い成分ではあると私も思っているんですけど、使い方には少し気をつける必要があります。というのも、もともと止血のために使われるような成分なので、血が固まりやすくなるような作用があります。なので、体質とか状況によっては血栓のリスクが上がる可能性があると言われています。例えばピルを飲んでいる方とか、喫煙をされている方、もともと血栓のリスクがあるような方は自己判断で飲むのはおすすめしません。そもそもずっと飲み続けるのもあまり良くないとされているようで、基本的には期間を決めて使うのがいいと言われています。私も自己判断で飲んだことはなく、紫外線の強い数ヶ月だけ飲むようにしています。しっかりと処方された時の注意事項だったりとか、指示に従って服用いただければと思います。特にトラネキサム酸については、興味のある方はちょっとリスクだったりとかっていうのも踏まえて調べてみてください。続いて2つ目は、焼かない工夫をするということです。よく見かけるんですけど、腕とか背中とかで実施している日焼け止めの効果検証があると思うんですが、あの検証で実際一番焼けていないのは、高い日焼け止めを塗っているところではなくって、服とか布、あとはテープで隠れている部分になります。なので、体中に日焼け止めを塗りまくれと言っているわけではなく、隠せるところはアームカバーとかカーディガンでもいいので隠して、出るところには何でもいいので日焼け止めを塗るということをまずは試してみてほしいなと思います。私の周りにいる私よりもはるかに白い友人たちは全員当たり前としてやっています。私もそれに感化されて、今は冬でも雨でも外に出ない日でも必ず肌が出る部分については日焼け止めを塗る努力をしています。ちなみに私はカーディガンよりもアームカバー派で、ずっとユニクロのものを使用しています。理由は荷物もすごく少なくて済むし、真夏もカーディガンを羽織ると背中まで暑いんですけど、アームカバーであれば隠れるところが腕だけなので、真夏でも耐えられるなっていうのと、すぐに洗えるのが便利で、私はアームカバー派です。何でもいいので日焼け止めを塗りましょうとお伝えしたんですけど、そんな中でも気に入って使っているものがあるので紹介します。1つ目はビオレの日焼け止めです。すごく有名なんですけど、塗り心地がとても良いのと、ポンプタイプがありがたくてずっと使っています。朝の時短にもなりますし、大容量っていうところもとてもありがたいです。あと体は特にベタベタしないようなサラッと伸びるタイプを日常的に使用したいので、この日焼け止めはすごく気に入っています。ただすごく暑い日とかプールや海に入るような日についてはアリーの日焼け止めを使っています。この日焼け止めを塗った日に焼けたなと思ったことがないので、ずっと使用しているんですけど、正直匂いとか塗り心地っていうのはあんまり好みではないです。なんて言うんだろう、良くも悪くも日焼け止め感がすごいです。続いて顔には下地兼日焼け止めを使用しているんですけど、私のお気に入りが2つあるので紹介したいなと思います。1つ目はデコルテのものです。日焼け止めでムラなく塗ることがすごく重要なんですけど、この下地は色ムラとか肌の凹凸とかもカバーしてくれる下地と聞いて、それで購入したんですけど、塗り心地もすごく良くて想像以上に長持ちします。私はラベンダーローズという色を使用していることもあり、塗ると透明感をパッと引き出してくれるところがとても好きです。これもすでに何度も購入していますし、これからも使い続けたいなと思う下地の一つです。もう一つ最近使ってよかったなと思ったのがダルバの下地です。もうこれそもそもすごく人気なのは知っていたんですけど、勝手に PR とかが多いイメージでどうしても手を出せず、ただ信頼している友人のおすすめで購入したんですけど、とても良いです。すごくみずみずしくて伸びが良いので、もともとツヤ肌ですみたいな肌にしてくれます。私はトーンアップのものとカバータイプのもの2つ持っているんですけど、ファンデをつける日はトーンアップのものを使用することが多いです。デコルテもダルバもどちらも SPF がしっかり入っているので、日焼け止めとしても下地としても優秀だなと思っています。
はい、そして3つ目は塗り直しのやり方です。日焼け止めを塗っても塗り直ししなきゃ意味ない、塗り直しが重要って言うじゃないですか。ただお昼の時間だって限られてるし、正直無理ってずっと思っていて、簡単にできる方法を自分なりに考えていました。で、私が実際にやっていた方法が2つあって、1つ目はスプレータイプの日焼け止めを使用することです。スプレータイプであれば気軽に塗り直しができるので、神経質にならずに美白ケアを続けられることが魅力です。で、美白ケアって追求したらすごいもうキリがないと思っていたので、手軽にたまにはやってやろうくらいの気持ちで塗り直しをしていましたので、こういったスプレータイプはサクッとやった気になれるのでおすすめです。で、これもめんどくさがり屋の私に友達がおすすめしてくれて、もう即購入しました。で、もう一つの方法が SPF のファンデを使うことです。で、しっかり美白ケアをやっている人に怒られてしまいそうなんですけど、究極先ほどご紹介したダルバとかデコルテの下地にも SPF が入っているし、ファンデにも SPF が入っているならもう焼けないのではと思いながら生活していました。で、気休めかもしれないんですけど、ほぼ毎日メイクをするので、そんな中でファンデには SPF が入っているものを取り入れることで、朝の支度時間も長くなることなく、無理なく続けられていたかなと思います。で、化粧直しをする時も SPF 入りのファンデを持っていれば、塗り直しできてるなと思ってやっていました。そして最後は夜家でやるケアについてです。私は美白ケアで一番差がつくのが夜のスキンケアかなと思っています。日中に受けた紫外線ダメージっていうのは、そのままにするとシミだったりとかくすみの原因になってしまうので、夜に毎日しっかりリセットしてあげるのがすごく大事だと思います。そもそも紫外線に当たらなくても日焼け止めとかメイクが残っていると、それだけでくすみの原因になるので、まずはクレンジングと洗顔で優しく落としてあげます。で、その次に重要なのが美白成分を入れることです。で、私が実際に使っていたのがキールズの美白美容液とレチノールになります。この2つ実は成分としてかなり相性が良くって、美白ケアとしては王道の組み合わせだと私は思っています。で、まずこのブライトニングの美容液なんですけど、シミとかくすみの原因になるメラニンの生成を抑えてくれるので、肌全体のトーンを均一に整えてくれるようなアイテムです。で、一方でレチノールは肌のターンオーバーを促進してくれるので、溜まったくすみを外に出してくれるようなものになります。なのでこの2つを一緒に使うと、メラニンを作らせないことと溜まったものを流すという予防と改善の両方ができるのがすごくいいポイントだなと思います。私は特にこの美白美容液が大好きで、使ったことがある方ならわかると思うんですけど、すごくトロットロなんですよ。さっきネットで調べたんですけど、リピートしたいと回答した人が 91% ぐらいだったらしく、私自身もリピートしていますし、人気なんだろうなと思います。最初はどちらも一番小さいサイズを買っていたんですけど、もう今はどちらも一番大きいサイズのものを定期的に購入しています。で、そして美容液を塗った後に最後に保湿も必ずしていただきたいなと思います。保湿は皆さんも普段やっているであろう保湿クリームで保湿することで良いと思います。そして私が美白ケアで足とか体とかに塗っているボディクリームも紹介します。ファンケルのボディクリームです。これは保湿美白エイジングケアが1本でできる薬用のボディミルクになります。もともとずっとファンケルのクレンジングオイルを使っていて、それを購入した時にサンプルでついてきて、そこからすごくよくってずっと使っています。何が良いかというと、さっき説明したトラニキサム酸もこれ入っているのと、あとはすごく伸びがいいんですけど、全くベタつかないのでストレスなく美白ケアができるので本当に気に入っています。あとはお肌が弱い方についても、このボディミルクは低刺激でお子さんも使えるようなものになっているので、とてもおすすめです。はい、以上が私の美白ケアになります。無理なく続けることが一番大切かなと思いますので、皆様できるところから取り入れてみていただけたら嬉しいです。では、バイバーイ。